静岡県の川勝知事が自然破壊によるリニア中央新幹線の工事を措置したのに、一次産業ばかりにして世界ランクアップしたせいで、唐突な怒られにより席を辞職されました。世論に流される自分の木を守るために所持したのは石川県と違って偉いのでは、リニア新幹線で生まれる国益や庶民や静岡県民にあるのでしょうか。ですね、まず自然破壊がどうこうというのは、僕はあれ言い訳だと思っていて、基本的に自然破壊がどうこうというのを理由にするのであれば、伊豆あたりとかで起きている太陽光パネルを置きまくって、で、その後土石流起きちゃった問題とかってどうなのっていうのもあったりするので、で、大井川の水がなくなるから良くないよねっていうのであれば、そもそもじゃあどれぐらいなくなるかっていうのをボーリングで調査をするっていうのが先だと思うんですけど、調査自体も禁止してるんですよね。で、JR 東海が確かね、東海電力かなんかの話をしてて、大井川の水の流入量が減った場合は、東海電力が持ってるダムから放水することで水の帳尻を合わせますよっていう契約もしてるんですよ。なので、水が足りなくなったら大変なことになるじゃないかっていう話も、仮に水が減った場合、中部電力かな、仮に水が減った場合はダムから水もらえますよっていう契約も JR 東海の方でしてるんですよ。なので、水の問題だったりとか、自然環境の問題って、実はもうほぼ解決してる問題で、あとはその感情論だったり、とりあえずこれ言っとけば賛同する人多いんじゃねっていうんで、理由として挙げてるっていうんだと思うんですよね。で、本質的にはやっぱりその新幹線の売り上げってめちゃくちゃでかいんですよ。で、それがなくなる。で、さらに静岡県を新幹線が通らなくなる。多くの人がリニアを使うようになると、新幹線を使って静岡を経由する人っていうのが減ってしまうので、それが嫌だよねっていう静岡の財界の人たちに言われたことを一生懸命やっているだけの人なんじゃないかなと思ってるんですけど。とはいえ、辞めてしまったので、はい。ただ僕、政治家の人が辞めた時は褒めるべきであるっていうふうに考えてるんですよ。高齢の政治家が辞めた時にはね。結局、政治家って多分気持ちいい職業なんですよ。年取って先生って呼ばれたりとか、権力を持ってるのでチヤホヤされたりっていうのがあるので、なので、辞めた方がかっこいいよねっていう形にすることで、なるべく高齢者の人に辞めていただくっていうのをした方が、社会の空気として、やっぱ後期高齢者が政治家やっちゃダメでしょ。っていう空気を作ることで、川勝さんもじゃあ今72とかなんで、あと3年したら後期高齢者なんですよ。で、二階さんとかも後期高齢者じゃないですか。後期高齢者は政治家やるの良くないよねと。ただ、みんなが応援してくれるから俺は政治家やってるんだっていう人に、応援してくれてる人を裏切ってでも辞めるというのが、それが後進に道を譲るという未来に花開く若者を育てるということなので、辞めていただいてありがとうございます。かっこいいよねっていう形にした方が僕はいいと思ってるんですよ。要はそれが本心としてかっこいいと思ってるかどうかは別にして、社会としてやっぱり後期高齢者の政治家が辞めるって言った時は、ありがとう、かっこいいよねと言って、華々しく弾いていただくという構造にした方が、辞めやすいと思うんですよ。辞めても別に褒められないんだったら、居座った方がいいよね。居座り続けたら、それはずっとお金ももらえるわけだから、居座りやすいんですよ、やっぱり権力がある高齢者の人っていうのは。それでもちゃんと弾いたということは、それはかっこいいよねという構造にしなきゃいけないので、儀礼というか、挨拶をするときに頭を下げるとかっていうのと同じように、高齢の政治家が自分から辞めると言ったときは、おめでとう、ありがとうという、そういう美学のようなものを大衆も持つべきではないかなと思ってるんですよね。去り際の美学っていうのを書いてる人なんですけど、これは去る政治家側の美学の方で、去っていく政治家の方には去っていただきたいし、で、その去っていく人というのは大衆はちゃんとそれを褒めるっていうのを、形式でもいいんですけど、そういう形にした方が、もうちょっと政治家の平均年齢下がるんじゃないかなと思ってます。で、逆に多くの政治家が去っていくと、しがみついてる政治家が、こいついつまでしがみついてんだろう、おかしくねっていうのが、やっぱり世論としてできやすいと思うんですよ。後期高齢者の政治家が当たり前にいっぱいいるよねってなると、他の人も、じゃあ俺も辞めねえってなっちゃうので、どんどん辞めてますってなったら、あなたもそろそろ辞めた方がいいんじゃないですかっていうふうに家族だったり、周りの人に言われるようになるっていう、そういう構造をちゃんと作った方がいいんじゃないかなっていうのが、高齢者の自決っていう表現をした人がいたっていうね。あくまであの話は政治家とか経営者とかの自分で会社作って自分で育ててますっていう人はいつまででもっていいと思うんですけど、大企業とかでサラリーマンで誰かが作った会社を引き継ぎましたっていう人が、後期高齢者になってもずっと居続けるっていうのはやっぱり社会のためには良くないと思うので、なので権力を持ってる高齢者に対しては自分がちゃんともうそろそろ引き時だよねっていうのを決めて自分で引退していただくっていう自決が大事なんじゃないかなと僕は思ってますけどね。はい。国益の話で、結局リニアモーターカーが増えることで外国人が増えて、外国人が金バンバン落とすよね。で、金バンバン落とすとその結果日本が豊かになるよねって話なので、例えばじゃあ成田空港っていうのが国際線、昔は東京で唯一の国際線だったんですよ。
で、外国人が来ようとしても、成田空港って本数が限られていたんですよね。深夜の離発着というのは成田空港はできません。で、成田の国際線ですね、確か滑走路が1本しかないっていう状態で、外国人が来たくても来れないよねという状態だったんですよ。で、羽田が今ようやく国際線できるようになったんですけど、ああいう形でその離発着を減らすという形で観光客が減ってしまって、結果としてそれで日本の観光収入というのが減ってしまうというのがあったりするので、なのでインフラというのは日本全国に、要は東京、大阪、京都とばっかりじゃなくて、だいたい2回目、3回目に日本に来た観光客って地方行きたがるんですよ。大都会っていうのはだいたいどこの国行ってもあんま変わんないんですよね。東京見ても、クアラルンプール見ても、なんかビルがいっぱい建っててそんな感じだよね、みたいな。ただ、地方というのは国によってやっぱ文化が違うんですよ。なので、地方のひなびた温泉に行きたいとか、すごい寂れたところで道を見たいみたいな人たち、道の駅的なところで、その地域のもののなんか食べたいみたいな需要っていうのが、結構日本の観光慣れしてる外国人というのには多かったりして、で、そういう人たちっていうのをいかに呼ぶかっていうことで、その地方の活性にもつながるし、日本全国にそういうお金持ちがいてお金バンバン落とすっていうことになったりするので、インフラに関しては余裕をなるべく残すという方がいいんじゃないかなと思うんですけども。あと、その、インフラって海外に売れるんですよね。コメントでもあったんですけど、インドネシアで、新幹線、高速鉄道を作ろうっていうので、JR と中国の会社が競り合ったんですけど、結果として中国の会社が値段が安かったので中国の会社が採用されたんですけど、で、採用されたもの、未だに繋がってないんですよ。JR の工事の技術があってめちゃくちゃ高いよねっていうのがあって、未だに繋がってないので、あれ日本にした方が良かったんじゃねみたいなのが割とインドネシア内とかであったりして、っていう感じで、やっぱ日本の新幹線の技術ってすごいよねっていうところは割と他の国ではちゃんと伝わってるので、なので新幹線だったり、で、今度はリニアモーターカーもじゃあ日本ではそれなりの質の高いリニアモーターカーやってますよってなると、じゃあこれうちの国に入れた方がいいよねってなる可能性が高いんですよね。リニアモーターカーの実用でいくと、確か2001年、それぐらいからもう中国が上海でリニアモーターカー実用化させてるんですよ。なので、日本の場合ってまだ実験段階で未だに実用化されないんですけど、実はリニアモーターカーってすでに実用化されてるんですけど、中国のリニアモーターカーが他の国に売れるかっていうと、やっぱり売れないんですよ。僕が乗ったのももう20年以上前なので、今は違うかもしれないですけど、乗ってみればわかるんですけど、めちゃくちゃうるさいんですよ。早ければ早いほど、騒音とか、ガタガタ揺れたりというのは多くなるんですけど、それが圧倒的な量になるんですよ。300キロぐらいまでだったら別にそこまでうるさいわけじゃないし、そんなに揺れないよねなんだけど、やっぱね、400キロ超えるとね、めちゃめちゃうるさいし揺れるよねと。これはやっぱりちょっと面白いから乗るけど、どうなのっていう。線路と繋がってるわけじゃないので、物理的な接触があるわけではないんですよ。どっかにぶつかって鳴る音じゃなくて、風に対して、風というのが空気に対して400キロでぶつかり続けるので、空気をいかに避けるかっていうことができてなかったんですよ。で、今回JR 東海がやろうとしてるリニアモーターカーっていうのは、ほぼ地下なんですよ。で、ほぼ地下ということは、実際僕どういう工事をするのかわかんないんですけど、イーロン・マスクがロサンゼルスの空港で作ろうとしてたやつっていうのが、鉄道のようなものを地下に作るんですけど、そこの気圧をめちゃくちゃ下げるっていうのをやろうとしてるんですよ。空気抵抗をめちゃくちゃ下げてしまえば、それだけその空気の抵抗もないので、スムーズに行くことができて、エネルギー効率もいいし、あとそもそも空気にぶつからないので揺れないっていうのがあるので、なのでもし日本のリニアがそこで空気抵抗をバンバン下げて、地下だから空気抵抗を下げてもわかんないじゃんっていうので、そこでリニアモーターカー500キロで流しますってなると、騒音もないし揺れないしエネルギー効率もいいから、これは便利だよね。っていうので、じゃあ他の国とかもやろうよってなる可能性が高いんですよ。で、なんでその可能性が高いかっていうと、現状、鉄道を作れるような場所っていうところが世界中もうそんなにないんですよ。鉄道が必要な場所というのは人口の多い場所です。で、人口の多い場所というのは、今更家ぶっ壊して、線路引くとかできないじゃないですか。昔の中国だったら、お前の家ぶっ壊すわって言って線路バーンとかできるんですけど、他の先進国って、やっぱり人の家ぶっ壊して線路とか作れないじゃないですか。所有権みたいな問題があったりするので、なので、めちゃめちゃ深い地下にハイパーチューブ的なものを作って、そこに高速鉄道を通すというのが、実はその土地収用の問題とかも含めて効率がいいよねっていうのは割とみんな思ってはいるんですよ。ただそこをちゃんと実用化させた国というのがまだないんですよね。みんなその実験段階で。で、確かね、イーロン・マスクもね、掘ってはいるんですよ、トンネル。なので、効率のいい地下トンネルで、イーロン・マスクがやってたやつは車を通すみたいなのも言ってたんですけど、車じゃなくて、リニアモーターカーでコストが低い形で、エコなものができますよってなると、それは良いよねってヨーロッパとかってなる可能性があるので、なのでその技術はちゃんと発展させた方がいいんじゃないかなと僕は思っています。はい。
ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。